2022年12月20日、トランプとバイデンによるアメリカ内戦勃発から1年が経つこの日、中華人民共和国は毛沢東時代からの悲願であった台湾の併合に向けて動き出していた。圧倒的な経済力と軍事力を持つ中華人民共和国を相手に自由民主主義陣営は勝利することができるのだろうか。世界有数の人口密集地帯において第二次世界大戦後最大の大国間戦争が今始まる。ついに始まったか。アメリカが崩壊した時からいずれはこうなると思ってたのだ。両岸戦争勃発。東亜が再び燃え上がっている。中華人民共和国の海軍陸戦隊の上陸が台湾全域で報告され、台湾の主要都市は弾道ミサイルの爆撃に苦しめられている。現在、我々は両岸戦争に介入する名分がない。しかし、自由民主主義の同胞の危機を知らぬふりはしないだろう。アジアの自由民主主義のため、我々は水面下で彼らを支援するだろう。自由民主主義のために。韓国は表立って参戦はしないが、台湾に支援をするという立場の方だな。現在進行中の不動産規制の緩和は中止。急いで台湾の支援に関する国家方針を進めていくのだ。開戦から2日で沖縄が陥落してんじゃねえか。自衛隊は何をしてるのだ。日本陣営が苦戦を強いられる上で台湾支援に関する最初の国家方針が完了。早速ユン・ソンニョル大統領が台湾特別支援法案を提議したのだ。しかし NATO の反発が予想されるっぽいぞ。実際に反発してくるかどうかは定義するまでわからないのだ。やっぱり反発してきたじゃん。民主党のやつね。でもまだ別の方法で台湾を支援できるっぽいのだ。もう政治局を150消費する代わりに台湾に武器を送れると。一体どういうルートで武器を輸出しているんですかね。そりゃあね、ちょっと言えないルートで渡しているのだ。とここで北韓が両岸戦争に参戦とのニュースが来たよ。中朝同盟協約カーブから参戦したとか、裏まがけしからんですが、科学、台湾民国の加盟をしたそうも。もちろんそのつもりなのだ。ただそのまま派兵すれば大韓民国の中立性が崩れる。だから大韓民国軍を武装集団脱走させた後、沖縄に送り日本や台湾国籍を付与して、台湾空軍や航空自衛隊所属として戦わせるのだ。送る先も沖縄が健在ですか。それはそっとフライングタイガースの創設が完了。沖縄に送ったはずの韓国軍は自衛隊や台湾軍として戦っているよ。君は俺の敵。アリさんの雲と霧は世界を覆っていた。険しい岩山は数百年を耐えた杉林に囲まれており、海岸線の方まで続くその森は冷たい灰色の霧の中でも濃い緑を誇っていた。時折霧が晴れて太陽が顔を覗かせると、水蒸気に反射した光が谷全体を金色のシルエットに染めた。だが全部クソだった。ただひたすらジメジメしてやがる。空気は湿っぽく灰にまとわりつき、服は肌にべっとり張り付いた。昔から聴いていたアイドルの歌を口ずさみながら、私は苔に覆われた岩に腰を下ろしてしばし息を整えていた。その時、日本人特有の英語発音がすぐ後ろから聞こえてきた。それはアイドルマスターのマスターピースですか。立っていたのは一人の日本兵だった。彼の右胸には田中大和と書かれていた名札がついていた。はい。あなたもアイドルマスターが好きなんですか。あ、いえ、僕はラブライブが好きです。じゃあ、僕たち敵ですね。彼は口角を上げていたずらっぽい表情で言った。私は彼のジョークについ笑ってしまった。やがて彼も自分の言葉が自分で思ってもおかしかったのか一緒に笑った。しかしふと、世界が平凡だったら今頃歌活でもしながら楽しく過ごしていただろう友人が、こんな場所にいるという事実が思い浮かんで手放しでは喜べなかった。敵は中国人だけで十分です。戦場では男同士が出会ったようなのだ。戦争でインブス同士が出会ってしまうという最悪の事態は回避。一方のニュースでは台湾上空の亡霊についてが報道。国籍不明の戦闘機が人民解放軍と交戦を繰り広げていると、でも断片的な通信記録によると、明らかな7キロある韓国語が検出されたらしいの。これは根拠のない有言、フェイクニュースなのだ。台湾戦線はどうなっている。台南市周辺に強襲上陸が行われたものの、現在は安定しているのだ。いい感じに山脈を使って防衛できているな。引き続き台湾に対して最新鋭の武器を輸出して支援するよ。さらに韓国国内の世論も掌握。野党が言論統制と言ってきそうだけど無視なのだ。
さらに民主党への拒否権も乱発。たかだか立東部で頭数が多いだけで、なぜ統制部での公務を妨害されなければいけないのか。ここで香港において革命が勃発。香港民事政府の樹立を宣言したようなのだ。この香港における革命は中国共産党による知性が実在したことを証明するべきことだ。我々自由民主主義陣営は必ず勝利する。ここで国間がミサイルを発射したのだも。でも目標地点に到達する前に海上に落下したようなのだ。引き上げられた発射台と接合部とリベットが不規則的なのだ。技術力の低さが露呈したな。今は何をしているんだ？これはただのサボタージュだから安心するのだ。なんか上海で大規模な爆破テロが起こったの。これ明らかに大韓民国の仕業なのだ。一体何のことやら。そして2023年7月7日に中華人民共和国は台湾島から全面撤退。ここにて約半年にわたって続いた両岸戦争は自由民主主義陣営の勝利で幕を下ろしたのだ。台湾は独立を維持。ベトナム戦争以降、東アジア最大の武力衝突が終結した。中国人民解放軍、中華民国空軍、自衛隊、そして世界最先端の軍事力を持つ数カ国が参加したこの戦争は、世界で最も人口密度が高く、豊かな地域の一つを焼け野原にした。そして、世界中の無数の目が見守る中、戦争の結果が明らかになった。太平洋条約機構に支援された台湾は、一見強大に見える人民解放軍に抵抗することに成功し、中国軍は金門島を含む台湾の領土からの撤退を余儀なくされた。このニュースに多くの人々が信じられない思いでいる。結局のところ、中国は軍事力と経済力で絶対的な優位を持っていたからだ。しかし、この驚きはすぐに喜びの感情にとって変わられた。東京からキャンベラまで、各都市で自然発生的に祝賀パレードが行われ、自由民主主義連合による権威主義体制の打倒を祝福している。一方、北京では暗い影に覆われたままだ。中国共産党と習近平はこの敗北以上に大きな問題に直面しようとしている。両岸戦争勝利。ついに戦争が終わりました。中国の台湾侵攻で触発された両岸戦争は、我々の決断力ある介入で終止符を打ち、我々の努力は尊い勝利として結実しました。しかし、戦争の影はまだ完全には晴れていません。敵は倒れたのではなく、しばし退いたに過ぎません。数多くの戦友たちが光を見ることなく戦場に倒れましたが、我々は彼らの犠牲を忘れないでしょう。彼らが夢見た平和な大東亜を作るため、前へ進みましょう。焼酎飲む来るぞ。いや、まさか勝てるとは。大統領閣下が台湾支援の強行したのが正解的だな。本当なのだ。でももし負けてたらと考えると恐ろしいのだ。もし負けたら、大統領がクーデターを起こして戒厳令を引くなんてことがないのだ。まさか死刑になり込むなのにそんな危険な賭けしないのだ。なのだ。で、そんな妄想の話は置いといて、先の両岸戦争では多分の構造的脆弱性が露呈したのだ。刻一刻と戦況が変化する現代戦に対応できていない指揮体制、機能していないに等しい諸兵家連合能力、同感に評価をもらうためだけになり下がった訓練。とても今すぐ改善が必要な問題だな。そのうちなんとかするのだ。一方の中国では習近平が軍部によって追放。次は一体誰が指導者になるんだ？更新。灰色の空の下、ソウルのセジョン王子は人並みで埋め尽くされた。両岸戦争勝利以降初めて開かれる国軍の日、その意味は過去のいかなる時とも比較できなかった。K2 黒氷戦車の轟音がアスファルトを揺るがし、空では KF21 編隊が咆哮し通り過ぎた。市民たちは歓呼し、太極旗を振った。行進の絶頂は誰もが息を殺していた瞬間に訪れた大韓民国国軍の行列が通り過ぎた後、異質ながらも今や馴染み深くなっていた旗たちが姿を現した。太平洋防衛条約機構連合軍団だった。オーストラリア軍の砂漠迷彩服と台湾海軍陸戦隊の青い軍服に続き、ついに日章旗を掲げた陸上自衛隊員たちが節度ある歩みで国家門の前を行進した。わずか数年前なら怒号が飛び出した光景だったが、今は違った。日の丸をなびかせる自衛隊に向けソウル市民は歓呼した。台湾海峡の砲火の中で背中を合わせ戦った記憶は過去100年の歴史よりも大きかった。お互いに向けた憎悪は生存へ向けた切迫した熱望の前に席を譲り、広場を埋め尽くした歓声は異質な軍服を着た同盟軍全員に響き渡った。
君と僕が共にならば全てに勝ち抜けるだろう。国軍時に合わせて首都では正解なパレードが開かれたもんだな。さらに我が国は正式に太平洋防衛条約機構に加盟。いざという時は共に戦うのだ。これでしばらくは安泰かな。一方の中国では新左派が権力の座についた模様。習近平が倒れただけで今後も共産党政権が続くか。胡春と国家主席はテレビにて共産党の改革を進めると宣言したのだ。一体中国はどこに向かっているんだ。さらに日本と中国の間で日中冷戦が始まったのだ。戦争が終わったと思いきやすぐに冷たい戦争が始まるのか。すでに世界中が日中による全面戦争が起こるのではないかと不安視しているのだ。もしかして韓国もこの戦争に巻き込まれるのか。いずれは我々も戦わなくてはいけない時が来るかもしれない。であればその日に向けて我が国を変わらないといけないのだ。資源も人も少ない我が国が目指すところ、それすなわち実躍進。大韓民国は来たるべきその日に向けてイノベーションで第二の漢方の奇跡を起こすのだ。国家の命運をかけ次世代技術の確保に総力を挙げるの。でも次世代技術ってなんだ。なんだろう。わからないんかい。超知能へ向けてアメリカが恐ろしい内戦の渦に巻き込まれながら安定を求めて大韓民国へ向かうアメリカ企業と人材の行列が続いている。特に IT と半導体産業が高度に発達した大韓民国の特殊性がシリコンバレーの数多くの企業と革新人材たちが亡命地として韓国を選ぶ決定的な理由になった。この亡命者たちの中で最近国内外的に世間の注目を集中させる一人の人物がいる。サム・アルトマンと呼ばれる。彼は著名なスタートアップアクセラレーター Y コンビネーターの社長を歴任し、2015年オープン AI の共同設立を主導した先駆者だ。アメリカが内戦で崩壊する直前まで彼はオープン AI の技術的ビジョンと商業的戦略を陣頭指揮していた革新人物だった。アメリカ内戦の炎の中でオープン AI の物理的基盤であるデータセンターの大部分は破壊されたり流出するなど手痛い損失を経験した。しかし奇跡的にもサム・アルトマンをはじめとするオープン AI の革新技術陣は無事に大韓民国の地を踏むことに成功した。彼は両岸戦争後の戦後好景気と投資熱気に便乗して奇跡的にオープン AI を大韓民国で再建することに成功し、すでにサムスン、SK ハイニックスと多くの企業から投資を受けている。サム・アルトマンは不安定な未来で技術的得意点だけが人類の唯一の未来だと力説し、大韓民国政府と企業らを相手に汎用人工知能へ向けた莫大な資金援助を要求している。彼は当面の間は可視的な成果を保証することはできないが、これは遠い未来のための最も確実で偉大な投資だと確信に満ちた声で大統領様に提案をしている。未来のための惜しくない投資だ。次回シンギュラリティ、お楽しみに。